全ゼロ仮説検証長押し連打編。こんにちは、コバトーンです。先日のエレン比較動画、コメントなどなどありがとうございました。たくさんのコメントや情報もいただいたので、それに合わせて少し拡大検証してみたいと思います。やっていく内容は次の通り。1、エレンの連打回数。2、カリンと安藤の連打回数。3、謎のダメージ差について。早速見ていきましょう。エレンの連打回数。コメントでいただいた情報によると、エレンの連打回数は回転切り中に3回くらいボタンを押せば十分ですよという内容が多かったです。なのでそれを改めて検証してみました。iPad でのタッチ操作であれば画面上で何回触ったかが見やすいので、こちらで検証。引っ張るのもあれなので一気に見せちゃいましょう。はい、こんな感じ。スローモーションで確認したところ、回転切り中に4回押した時に長押しと同等のダメージが出ることが判明しました。なので連打スタイルの方がやりやすいよという人は、回転中に4回押せるくらいの速さで押すイメージを持って速度調整するといいでしょう。人によって連打の速さの感覚が違うので、 VR などで落ち着いて一度チェックしてみるのもいいかもしれません。カリンと安藤の連打回数。続いてコメントで来ていた質問として、カリンでも変化するのでしょうか、安藤も一緒ですかという内容がありました。確かに2人とも連打、長押し系の操作が挟まるキャラクターです。早速比べていきましょう。まずはカリンから。はい、こんな感じ。カリンちゃんは通常攻撃の3段目および5段目が連打もしくは長押しによって延長できます。しかしこれは比べづらかったので、強化特殊スキルの2段目長押しで比較を行いました。またカリンちゃんは連打が遅いとそもそも強化特殊スキルの2段目が即終了してしまうので、そこまで遅い連打で検証することはできませんでした。なので体感値で申し訳ないのですが、遅め、早め、長押しという3種類で検証していると思ってください。いずれにしても答えは明確で、エレンと同じ結果になりました。基本的に長押しが最大ダメージですね。そして連打の場合は、連打が速ければ速いほど長押しの最大ダメージに近づきます。こちらに関しては速さが検証しにくいので、速さの感覚は VR で実際に入力してみて数値比較してみるしかないでしょう。もしくは同じようなシステムで動いているはずですから、エレンの連打速度で体に覚えさせて、それを使っていくのがいいかもしれませんね。続いて安藤です。安藤は強化特殊スキルを打った後、通常攻撃が強化され、3段目と5段目が延長できるような仕様です。比較しやすい3段目で比較します。いきなりですが見ていきましょう。はい、こんな感じ。安藤も全く同じ結果ですね。連打が速ければ速いほどダメージの数値が伸びていきます。そして長押しが最大ダメージ。というわけで、基本的に前列ゾーン0で最大ダメージを出そうと思ったら、連打系の操作は長押しが良さそうです。今後いろいろなキャラクターが増えていくとは思いますが、おそらく同じような仕様になっていると考えられるので、手癖をつけておくなら長押しスタイルにするといいんじゃないでしょうか。謎のダメージ差について。コメントでいただいた情報をいろいろまとめていたところ、どうやら端末やコントローラーによっても差がありそうだぞということで、何通りか検証を行ってみました。ただ私の場合 PC 版や PS 版を持っていないので、 iPad Pro を使って画面タッチ操作とコントローラー操作で比較する検証です。Apple 製品には Nintendo Switch のプロコンを Bluetooth で接続できます。なので本体の処理性能やフレームレートは全く同じ状態で、コントローラーだけを変えて比較ができるんですね。そこで発生した謎の現象を最後に紹介しておきます。コントローラーでも連打速度によってダメージ量が変動するのか比較していたんですが、基本的に同じ結果に落ち着きました。連打が速ければ速いほどダメージが上昇し、長押しした時ダメージが最大という点は変わらなかったんですね。しかし不思議なことが起こりました。画面タッチ操作で長押しをした時のブレイク値と、コントローラー操作で長押しをした時のブレイク値が違ったんですね。何度か操作をして確認したんですが、基本的にこの差がひっくり返ることはありませんでした。ヒット数の関係でブレイク値が2から3上下することはあるんですが、コントローラー操作より画面タッチ操作の方がブレイク値が高いという点はひっくり返せなかったんですよね。かなり小さな数値ではあるので、そんなに気にすることでもないかもしれませんが、興味深いのでシェアした次第です。PC 版や PS 版などで比較できたプレイヤーの方がいたらぜひ教えてください。可能性としては画面タップ操作の方が操作性が少し悪いので、アシストのような機能が強く働いている可能性が考えられますね。実際画面タップの方がダメージ量が高いとは言っても、同じステージでプレイしてみたリザルトはコントローラーの方が高くなる傾向があります。
キャラクターが動かしやすいんですよね。特にシュエンやエレンのような移動が激しいキャラクターはもろに感じました。なので実践的な面を考えればコントローラーの方が有利である気がします。本当に小さな差ですので今後サイレント修正される可能性も高いんじゃないでしょうか。ちょっと興味深かったので紹介した次第です。プレイに響くほどのことはないので触っていて気持ちいいスタイルでプレイするといいでしょう。まとめ。というわけで前回今回と2回にわたる検証にお付き合いいただきありがとうございました。結論は前レスゾーン0においては連打よりも長押しスタイルの方が良さそうということになるでしょう。キャラクターごとに操作感を手になじませていく必要があるゲームでもありますので、連打でも長押しでもどっちでもいいよっていう場合は長押しを選択した方がいいんじゃないでしょうか。というわけで今回の情報もあなたが前レスゾーン0を楽しむための一助として参考まで。